年間1000点以上のアート巡りをするチャンネルです。今回は2025年のアート関連ニュースを振り返ってみた。これやっていきます。2025年ももうあとわずかということで、大きく分けて5つぐらいの項目で振り返ってみたいと思います。日本の2025年アート関連ニュース、それから世界のアート関連ニュース、それから2025年のアート関連の訃報だったりとか、芸術祭、あとは美術手帳30人が選ぶ2025年の展覧会90、東京アートビートの方では2025年ベスト展覧会っていう企画やってます。その中から気になったものをピックアップしてみる。あなたも一緒にこの動画で振り返ってみませんか？チャンネル登録お願いします。まずは2025年の日本のアート関連ニュース見ていきますか。大阪万博ですね、やっぱりね。建築もアートも話題になりました。大阪万博行きました？私はね、行けませんでした。もうね、人混みがとにかく苦手でね、ちょっと行けませんでしたが、行った人はね、すごく良かったっていう方が多いですよね。個人的にはやっぱり落合陽一さんのパビリオン見たかったですね。ぬるぬる。落合さんのアートの展覧会はいくつも見に行ってますし、これも見てみたかったですね。あとは、小さなことですけど、小野洋子さんの作品もあったみたいなんですよね。これですね。なんかバケツみたいな、これですよね。バケツみたいのが土に埋まってて、そこに鏡があって、空が見えるってこと。他にもね、現代アートが結構あちこちにあったんですよね。縄公平さんの作品とか、蓮池智子さんとか。この久中さんの作品は、琵琶湖ビエンナーレに行ったところ、そこでこの中に入ることができてよかったですね。その動画も別で投稿してますので、チェックしてみてください。大阪万博ね。なんか私大阪梅田で開催された音楽フェスに行ったところ、その音楽フェスで、ミャクミャクコラボのグッズが販売されて、そしたらなんとその音楽に興味ないけど、ミャクミャクの大ファンの人たちが押しかけて大変な大混雑になったみたいな、ちょっとした問題も起きてたりとかして、私としてはそんなにミャクミャク人気だったんだっていうこのなんかね、ギャップを感じたというね、そんなこともありました。それから驚いたのはこれですね、芸術祭が開催されなかったっていう事件が香川県でありましたね。芸術祭を進めるっていうことで、アーティストさんたちも古民家にアートを作っていったりとか、準備を進めていたんだけど、主催者と連絡が取れなくなって、そのまま開催されなかったっていう出来事ですね。これ最悪ですよね。例えばミュージシャンで言ったら、アーティストにフェス用に新しい曲、新曲を作って、それでフェスに参加してねって言われて、で、アーティストさんたちは曲作りをしていって、で、いざフェス当日行ってみたら、フェスが開催されなかったみたいな、そんな感じですよね、多分ね。結局、その後どうなったのか、主催者と連絡が取れたのか、その辺、お金のこととかもね、どうなったのか全くわかりませんが、これ大変ですよね。どういう目的だったのか、本当にちゃんとやろうとしてたのに、できなかったのか、なんかお金の問題だったのか、どういうことなんですかね。で、騙すみたいな話で言えば、徳島県立美術館が購入した贋作、これに関して、売り手側から全額が返金されたというニュースがありましたね。返金されるんだ。画家のボルフガング・ベルトラッキっていう人が書いたんじゃないかっていう疑いがあったという出来事ですよね。じゃあそのね、返金したそのね、売り手側もね、ある意味被害者というか大変ですよね。悪いことをね、肯定するわけじゃないんですけど、見分けがつかないほどの画力を持つっていうのもね、なんかすごいし、その行為自体もなんかちょっとアート的というか、お金が絡んでるから被害者が出るっていう意味では、ちょっとやっぱりね、問題ではありますが。で、そういう流れでなのか、贋作の鑑定に保険が下りる時代が来るんじゃないかっていうニュースもありました。イギリスのテック企業が始めたと。科学分析と AI を組み合わせた鑑定が誤ってた場合、所有者の損失を保険でカバーできるらしいです。
へえ。なんか騙す側と騙される側のなんかいたちごっこみたいにならないのかっていう気もしますが。まあでもね、技術が向上して、まあそういうことが鑑定できるっていうのはいいことですよね。これも話題になりましたよね。トレパク問題。イラストレーターの江口さんが、まあ第三者の許可なくその写真をトレースして、まあ商業用のイラストに使ってたと。で、まあその人とは和解したんだけど、まあ X ユーザーが、まあ、他の作品もそうなんじゃないかみたいので、どんどん探していって、これもパクリやん、これもパクリやんみたいになっていったみたいなのがありましたね。個人的には、確かに、まあ、許可を取ってないっていうのはまず問題だったとは思うんですが、ただトレースしたみたいなことじゃなくて、江口さんのテイストで、まあ、描いているっていうのがあるんで、まあ、パクリとまでは言えないオリジナルなんじゃないかなっていう気が個人的にはしてますが、まあ、許可は取った方がいいよね。しかもそのモデルとなった人が、まあ、素人じゃない場合は余計ややこしいですよね。で、X で散々叩かれてるんだけど、その叩いてる人も、まあ、ブーメランで、その人もパクってんじゃないみたいな話で、結局、その X で江口さんを叩いて、お前パクリしてるんだろうって叩いてる人も、その人自身も X に江口さんの作品を写真投稿してたりとか、まあその他何かしらの誰かの、作品だったり写真だったりを X に投稿してる、それもパクリじゃないのみたいな、まあそういう話もあるみたいです。まあ肖像権とか著作権とかって難しいですよね。まあ私なんかもね、仕事で私が撮った写真、こだわりを持って、まあワークショップの風景とか撮った写真なんかを別の講師が勝手に使ってたりとか、なんかそういうことも起きたりとかして、まあそのリテラシーというか、難しいよね、そういうのはね。一方で、私は盗作してないよと。まあ盗作の疑惑を受けてた人が出品停止処分を受けてたんだけど、それは違法だという判決が出たみたいなニュースもありましたね。まあこれは展覧会でなのかな。梅原さんという方が制作出品した作品が他人の作品と似てるということで1年間の出費停止処分を課されていたと。だけどこれはまあ違法だよと。これなんかまあ実際にその梅原さんという方が自分はこういう経緯でこういう風で作品を作ってったんだよっていうのをちゃんと公開することによってまあそれが認められてパクリじゃないよっていうことになったみたいですね。難しいよな。構図が似てるとか、なんかね、モデルのポーズが似てるとか、まあそんなことはもう起こり得るわけで、まあ確かに似てるんだけど、まあ簡単にパクリって言っていいのかっていうね。最終的なアウトプットが似ていても、そのコンテクストとか、そこまでの経緯とか、コンセプトが違う場合は、まあ制作者としては違うって思ってるんだろうし、ただ素人が見ると一緒やんってなるし、まあ難しいよな。どう思います？ちょっとね、いいニュースも見たいですね。アート界影響力ランキングパワー100っていうのかな。これまあ2024年の1位が芸術監督のフール・アル・カシミさんだったっていうことなんですが、この2024年の1位だったこの影響力のある方が今年2025年に愛知2025この国際芸術祭をやったと。これはなんか嬉しいですね。私愛知出身ですし、もうこのね世界一の影響力のある方がこの日本で愛知で芸術祭をやってくれたというのはなんか誇らしいというか嬉しいですね。で実際行ってみたら素晴らしかったですね。ぜひ動画も投稿してるんでチェックしてみてください。まあ3会場あったうちの1会場まだ投稿できてないんで急いで投稿しますんでチャンネル登録してお待ちください。はい、それから河村記念美術館コレクションの売却が始まってモネの睡蓮なんかが、まあ、オークションで高額落札されましたよと。まあ、これ私行ったことないんであんまり正直思い入れがないんですが、人気の美術館のコレクションが、まあ、どうなっていくかっていうことが話題になってましたけど、まあ、世界各地のコレクターとか美術館にモネの作品なんかが渡っていくと。シャガールのこの作品が最も活発な競り合いを見せたと。41億円。モネの睡蓮は70億5000万円。一方でこちら箱根の岡田美術館も、オーナーが所蔵作品売却へと北斎など125点が競売に。なんかこの人大変な訴訟があって
カジノ王との訴訟にかかった弁護士費用74億円を賄うために、コレクションを売却すると。コレクションの一部を売却で済むらしいんで、なんかすごい人ですね。カジノ王と共にラスベガスを拠点とするホテルカジノ運営を始めたんだけど、なんか関係が悪化して互いを非難し合うようになり、副会長職を解任されとか、なんかまあいろんな問題があったみたいで大変ですね。映画になりそうな。あとは小ネタですが、M1 グランプリ見ましたか？漫才の日本一決定戦ですね。M1 グランプリに出場していたヤーレンズの方が、していたネクタイ。これがヘラルボニーっていう会社のもので、ヘラルボニーっていうのは、知的障害の方なのかなの、書いたものを、そのままアパレルにして販売してるような会社なんですけど、そこのネクタイをヤーレンズの人が、着用して、M1 グランプリに出場していたよというニュースがありました。これ去年とかは確か大沢っていうコンビの方が同じようにヘラルボニーのネクタイを着用してたみたいですね。結構いい値段するんですよね。そういえば今私着てるこのニットはなんかこうペイントがバッバーってこうねペイントされてるみたいな感じのニットで、これ結構ね、これジャーナルスタンダードかなで買ったニットで結構気に入ってるんですけど、なんか周りの人からはね、北野武しか着ないだろうとか、昭和のヤンキーかヤクザみたいだなみたいに言われるんですけど、個人的には結構気に入ってるんですが、どうでしょうか。そうそう、いいニュース。京都にもチームラボがオープンしましたね。10月だったかな。行きましたか？私はまだちょっと行けてないんですけど、散々あちこちでチームラボ行ったからしばらくいいかなとか思いつつも、やっぱりこれ体験したくなりますね。40代男が一人で行っていいものなのかというのもありますが、ちょっとこれは体験したいですね。で、単なるインスタレーションっていう意味じゃなくて、なんていうんだっけ、イマーシブなんちゃらみたいな、そういう系の、アートというか、展覧会が増えてる感じがしますけど、どうなんですかね。なんか人気のようにも見えるし、アート好きな人からすると、あれではちょっとみたいな話もあるし、私は正直、チームラボはもう群を抜いて体験がいいと思うんで素晴らしいと思うんですが、なんかゴッホの映像が流れてるやつとか、なんかモネもあったのかな、なんかそういうやつとかは、正直あんまり興味がなくて行ってないですけど、映えるからね、人気だと思うし、アートの入り口として、若い人が興味持ったりとか、お客さんも入るんだろうし、いいんでしょうね。チームラボはちょっと全くレベルが違うかなっていう感じがするんで、素晴らしいなと思うし、京都のここも行ってみたいですね。なんか村上隆さんがチームラボの猪子さんに対してなんかチクチク言ってたな、そういえば。なんか2人で対談とかしてほしいな。はい、長くなりましたので、今回は一旦ここまでにします。日本のアート関連ニュースいかがでしたか？万博だったり、贋作パクリ問題、開催されなかった芸術祭などいろいろありました。あなたはどのニュースが気になりましたか？あるいは、あれも忘れてるじゃんとか、こんなこともあったよねとか、コメント欄で教えてもらえると嬉しいです。そして次回、明日の動画では世界のアート関連ニュースについてまとめていきます。あの美術館での事件だったり、あるいは衝撃の動物を使ったアートとか、他にもいろいろニュースがありましたんで、ぜひチャンネル登録してチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。